Kom hadi sen geçelim vay 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 Karayınla sana kayaman Yapma 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 Kutuldum üstüm yandı Kah 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 Alamin oldu Aydın dağını kırgın 揚州。それは晩年の隋の煬帝が遊興に明け暮れその地でし、陳の乾隆帝が憧れた江南の都。では、そんなことの現在の様子はどうだろうか。タクシーが目的地にちょっと着けなくって、目的地の場所がちょっとちょっと道路が塞がってて、でここら辺すっごいもうただの旧市街の狭い通りなんですよね。犬が吠えくる。犬が吠え狂ってて。おはようございます。昨日の夜、この宿について、揚州の遺跡みたいな町の一角にある小さな宿で、建物がすっごい底冷えがして、暖房つけても全く効果がなくって、凍えて死ぬかと思ってました。
ここグーユエンっていうところ、中国の四大名園の一つらしい。ここ明時代の庭園で世界遺産でもあるそうです。蘭園がありますね。ここはすごい映画のセットの中みたい。他の人の話をちょっと盗み聞きしてたら、南の方の人は南の方は出入り口が小さくって北はで大きいってなんか言ってました。そういうもんなんですかね。ロウバイですね。すごいいい香りがする。これが本場のロウバイ。揚州ってガチョウが有名なのかな。このおばあさんいろんなとこで見るんですよね。この立てかけてある扉何かなと思うじゃないですか。店の入り口の扉がこんなになってて、板なんですよね。板一枚一枚でそれを外して開店の時に外している様子を見ました。ここら辺一帯が歴史地区であって、観光地区でもあって、まだ普通に暮らしている住民はたくさんいますけど、さっきあったように民宿がたくさん、小さい宿がたくさんある
あるんですね。バスに乗って中国大運河博物館にやってきました。ここ無料ですけど、WeChat とかで予約が必要で、その場でスキャンしてできるんですけど、それで身分証を使ってあそこでゲートで身分証をスキャンして入るんで、パスポートの人はなんていうか、端っこで係の人にちょっとお願いしてやんなきゃいけないシステムですね。敷地と建物がすっごい大きい博物館です。すっごい人手です。博物館すっごい賑わったんですけど、展示が名前の通り運河のことで、水利とか土木工事とかそういうことなんで、これだけ多くの人がそういうことに興味があるっていうのが驚き。今バスから降りました。これからお昼ご飯を食べたいと思います。どこの店にするか全然決まってないんですけど、あそこの小さい麺って書いてある店とか美味しいのかも。独特の雰囲気。ヤオパーウェイミエンっていうのを頼みました。ここカニ通りっていうんですって。今、小西湖っていう湖の観光地の近くまで来てるんですけど、スタバはいつでもいい場所取ってます。これまさかチケット買わなきゃいけないの？入園料は60元でした。今のところ特別な何かがあるようには見えないんですけど、なかなか広いな、この庭園。これは60元の価値ぐらいはあるな。乾隆亭って中国のこの辺りが好きでよく来てるんですよね。みんな鳩に夢中。因为他是迈尔威的订单嘛，所以我就没问他。乾隆帝が揚州で歌った詩、あそこに刻まれてます。
なんかやんだ牛奶っていうのがあるな。買ってみました。なんかネットで人気らしい。結構美味しかった。ちゃんと揚州大学の乳製品研究所みたいなところで作ってる、開発したらしい。今度はお寺に来ました。ダーミンス。揚州の観光地どこも同じシステムらしくて、WeChat とか、あと機械もあるんですけど、外国人結局買えないんで、窓口で買うしかない。手洗うやつって日本の神社だったらおなじみですけど、中国のお寺とかであんまり見たことがない。あれ、上に人登ってますね。登れんだね。みんなエレベーター使ってる。すっごい霧というかもやというか、26弦の景色。なんか塔、希望すれば8階まで登れたんですけど、登ったらそこにはちょっと宝物みたいな仏像とかそういうのがあって、でちょっとお経を唱えさせられて、なんか家族のために祈りなさいとか、そういう儀式をちょっとやらされました。お経はね、ナモ弁士シジャモニフォーみたいな、そんな感じだった。バスに乗って宿の近くまで戻ってきました。もうこの歴史地区観光地で適当に店入っちゃおうかな。チンタオピール頼みました。2階席がこうなってていい感じ。食べたかったやつ、ガチョウと、これシエファンタンバオっていう、まあ有名なやつですね。舌やけどした。野菜のまんじゅう、あとチャーハンが来ます。これで揃ったんですけど、チャーハンの量が思ったより全然大きかった。早めに入ったんですんなり入りましたけど、外でちょっと出たら外でちょっと並んでて、揚州チャーハン、揚州チャーハンってすごい有名なんですけど、まあ一回揚州の人に何が違うのって聞いたことあるんですけど、普通のチャーハンとなんかまあよくわかんないけど具沢山でエビとか入ってるみたいな、なんかそんな感じの答えが返ってきた覚えがあるんですけど、
まあ確かにその通りだったな。あとカモじゃねえや、ガチョウか。ガチョウは塩水って言って、塩水ガチョウって書くっていう名前なんですよね。まあその通り、なんかすごい、まあ、塩水に使ってるみたいな、そういう感じの味。あそこにタイの昆虫食みたいなのを売ってるブースがあって、その隣でなんかVlog やってるのか、昆虫食べてレビューしてる2人組がいた。イーニャオっていう100円ショップとかので扱われてるものの産地として有名なんですけど、こんな店あるんだ。さっき食べたね。この辺はモダンなショッピングセンターがありますね。おはようございます。今宿を出て、今日はもう昨日大抵のとこ回っちゃったんで、もうやることないんで、まっすぐ普通に蘇州まで帰りたいと思います。そうは言ったけど、最後ここら辺ちょっとだけ散歩していこうかな。ここ歴史がある船着き場みたいですね。ここ地図で見つけてちょっと気になってたんですけど、プハーディンっていうアラビア人の墓、宋の時代に揚州に来てイスラム教を広めようとしていた人の墓らしいです。でも残念ながら開いてないようです。別の入り口があって入れました。結構広い。モスクも併設されてるんですけど、これ見ると普通の中国の庭園に見えますね。こういう墓もいくつかあります。これなんか元の時代らしくって、あっちは陳の時代。もう遺跡がそのままそこにあるっていう感じですね。駅に着きました。これから蘇州に向かいます。